はい、それでは後半やっていきましょう。前回ステージ1がすごく大事だってことを話したんですが、じゃあ、いつステージ2に上げれるのって話をしますね。ということで、まだステージ1の話します。すいません。よろしくお願いします。はい。前回例に挙げたこの A 君、B 君の話ですね。半年で上げたとか、2年生になったから上げたみたいなことを言ったんですが、これね、実はちょっと気をつけてくださいね。こちら。時期時間では決めれません。まあ当然といえば当然なんですけど、1ヶ月で上がる人もいれば、ステージ2に上がるために3、4年かかる人もいます。プロ野球で2軍に例えば1年いたら必ず1軍に上がれるよってことはないですよね。しっかり3、4年、5年かかる選手もいるし、それこそ1ヶ月でパーンって1軍に上がってそのまま活躍する選手もいます。だからそれは人それぞれによって決めるので、時間では決めないでください。じゃあ条件って何？2つあります。前回も言いました。当然地面が固まるですね。スキル、知識が身について地面がある程度固まる。で、これはある程度です。びっちり端から端までガッチガチに固まらなくても、まあ、例えば8割ぐらい固まれば階段を置けると思ってください。これ後で説明します。で、もう一個必要なもの。なんでしょう？なんですかね。こちら。わかる。自己分析。固まるだけではダメです。固まった上で自分の自己分析ができてないと、これまた上がれるけど苦労します。なので今のうちステージ1の段階で固まると分かる、これをしっかり理解したという条件をクリアしたらステージ2に上げてください。はい、じゃあ固まると分かるをイラスト付きで説明していきます。最初ステージ1、ドロドロした状態です。こんな感じ。はい。で練習して固めていきます。固まりました。はい、しっかり固まりました。ただですね、今こう見えてるのがこう一面に見えてると思うんですけど、実はこれって区分けしてあるんですね。前回言った知識、筋力、スタミナ、スキル、この4つに区分けするとこうなります。はい、分かれました。で今全部固まってるように見えるんですけど、全部固まるってあんまないですよね。一人の選手がこの4つの能力が全く横一線というのはほとんどないはずです。例えばそうですね、高校でバレー部を始めた、バレー部に入ってバレーを始めた、その子はバレーのスキルは当然ないわけです。ただその子が中学校の時に陸上で長距離やってたらスタミナはある程度ありますよね。そしたらスタミナのところだけうっすら固まってるような状態、そこからスタートするんで横一線に並ぶことはないんですね。だから8割、だいたいコンクリートがだいたい8割固まってればいいよと。で例えばこのイラストの選手がスキルとスタミナがすごく身につきやすくて、筋力、いわゆるこの線が細いしサインとか覚えるのが少し弱い選手だと思うと、こういう風なちょっと見えにくいんですけど、このグラデーションがなってるの分かります？でこのコンクリートの硬さマックスが10だとした時に数値化する、この薄さを数値化するとこういう風になります。はい、こうなって今これ平均が8なんですね。奥の方が明らかに固まってはないんだけど、平均が8あれば階段は置けます。で階段を置くとこういう風になります。はい、置けました。素晴らしい。第2ステージいけます。第2ステージ、ステージね、ステージ2に行けます。でじゃあステージ2に上がって練習しましょう。上がります。でも手前の方ですね、スタミナスキルのところの上でいくら練習したって下しっかりしてるじゃないですか。だから何ともないですよ。ただ奥の方行くとあれってなりますよね。あれちょっと危ういなってなる。でも危ういなってなってもそれが分かってるから下降りればいいんです。だからステージ1に降りて、知識と筋力に関してはステージ1で練習する。でスキルスタミナの時はステージ2に上がってまたそこで練習する。そういう風に行ったり来たりすることができるんですね。でしかもステージ1はいわゆる横の連携がなかった、その4つの能力に関して横の連携がほとんどなかったんですけれども、ステージ2に上がると例えばスキルの練習をしていきます。今この選手だとスキルの練習をどんどん向上心を持って上に練習していきますよね。ただあるスキルに関してはなんか頭打ちになる、なんかいくら練習しても伸びないなって。でもそれって例えばですね、こっちの知識とこのサインプレーを覚えてないとこのスキルって身につかないよねみたいなことってありますよね。だからうっすら連動してるんですよ。でそれが分かってれば、でもスキルがなんでこの練習ずっとやってるけどうまくならないんだろうなと思ったけど、こっちの知識が低いからなんだと。ただ降りてその知識を上げてからやればこのスキルは伸びる。そうですね。こういうことも絶対起こり得るんで、だからこういうのが分かってないとダメだってことです。じゃあ
自己分析できず固まっただけでステージ2に上がるとどうなるかっていうのを説明していきます。こちら、はい、しっかり固まってます。全体的には8割固まってるんです。ただ何が固まってて何が固まってないかがあんまり理解できてない。でもしっかり8割固まる。この状態なら階段は置けるので階段を置きます。そしてステージに上がって練習します。いろんなとこでね、そうすると奥の方の階段がなんかプニュプニュしとんぞと、あれなんかこの足元ここ弱いぞと、でなんとなくそれも理解してた。確かに8割しか固まってないんだからと思って下に降ります。でもステージ1に下がっても何が原因かがわからないんですよ。なんとなく柔らかいのは目の前にあるのに、これが何の原因かが分かってない。だからどうしようもないです。だからもう一回上に上がりますね。でステージ2であっちこっちして練習していくとこうなります。はあ、また階段が下がった。悪夢が再び。こういう風な感じで階段の重さは与えれるんだけど、上の方で暴れると弱いところは落ちていきます。ね、でじゃあもうどうすりゃいいのって話になって、でスタミナとスキルのところを一生懸命練習しますよね。じゃあもうここでいいや、ここだけ練習していこうみたいになると思うんですけど、さっき言ったように連携してるんですよ。うっすら連携してるんです。今の段階ではこうずれるだけですけど、こっちをね引っ張られていくんです。こっちが高い方が練習していくとどんどんこっちが頭打ちになって向上心もなくなってくる。本当は原因がここでこっちが頭打ちになるはずなのに、それも分からずに一生懸命練習していく。でなかなかうまくならない、向上心が下がっていく。っていううちに階段が徐々に下がってきてこうなります。悪夢、地獄、またしても地獄。こんな風に結局階段全体が下がっていくんです。だから分かってないといけないんです。固まると分かる。これ絶対です。逆に言えばこれらができたらめちゃくちゃ成長します。絶対にしっかりやってください。これでやっとステージ1の話がおしまいです。疲れた。はい、それではステージ2の話をしていきます。ステージ2どういうものだったかというと、指導行動5に対して育成行動5。技術的なものを教えながらモチベーション向上心もしっかり上げて上を向かしていこうという話です。育成行動はつまり階段作りだということです。ステージ1、この階段を見れば分かるんですけど、このステージ1からステージ2に上がるところ、ここは1段です。ドンという1段。ただ2から3、3から4に限っては、ここ今1段なんですけど、この間に細かい階段があると思ってください。1段じゃボンって上がれません。このちっちゃい階段を上がったり下がったりすることで3に上がっていくということをします。なので登りやすい階段を作っていく。どういうイメージかというと、例えば高校球児で、ステージ1をクリアした高校球児がいます。でこの子、いろんなスキルがあるんですけど、ある一つのスキルとして球が120キロで投げれるとします。このスキルだけをちょっと着目して話しますね。120キロを投げれる状態でステージ2に上がりました。でコーチはこう言います。150キロ投げれるようになろうって。はぁってなりますよね。今120しか投げれるのにもう150の話みたいな。ってなってくると、イメージの話で言うと、こっからドーンって壁が150キロの壁がドーンって出てきて、これの登るんすかみたいな。あ、そういきなりみたいな。でこうなんか一生懸命こうね登ろうとするじゃないですか。できついなと思ってなんかちょっと見せたらドーンって下に落ちて、また最初からっつって、難しくない？やる気なくなってきたみたいな。これは向上心ではないです。ここの150キロ目指すのは別にいいですよ。150キロ目指すのは別にいいんだけど、そこを間に緩やかな階段を、登りやすい階段を作っていこうという話。だからもう例えばの話、120キロだったら125キロ、130キロ、135キロってこう 5キロ刻みに階段を作っていく、ね、こんな単純なものではないんですけど、イメージで言うとそういう風な階段をちょっとずつ登っていって、いつの間にか150キロ投げれればいいよねっていう、そういう階段を皆さん作ってくださいって話。ただこれね、階段っていうキーワードは持ってないかもしれません。
皆さん全員がこの階段というイメージを持ってないかもしれないけど、ほとんどのコーチはこの階段はなんとなくはやってます。当たり前ですけど、これができるようになったから次これできるようになるのね。じゃあこれができるようになったらこれの応用編でこういう風になるよねっていうのは、もうこれ実際に階段なので、ほとんどのコーチが階段を作ってやってるんですが、これね、またこういうねバッドコーチがいるんです。こちら、コーチが一人だけで登っていくっていうね意味わかりますかね階段があります。で、僕のイメージでは選手がいますね。例えば120のところにいます。選手がね、120っていう段のところにいて、僕はその2段か3段ぐらい上にコーチがいると思ってます。だから130キロの段のところにコーチがいる。で、おい上がってこいよ、頑張れよ頑張れよって言ってる。上からね。で、そのためにこういう練習しろ、頑張れ頑張れ、ここ目標だよみたいな。そういうイメージです。で、選手からすると、頑張ります頑張りますって練習して125上がった、よっしゃ125上がりましたって言ったら、コーチがさらにもう一段上がって135キロの段まで上がって、よし次はここだ次はここだってなんかこう教えてるイメージなんですね。あくまでもこれ僕のイメージですけど、それがコーチが一人だけ登っていくケースがあるんですね。これもよくあります。120キロのところにいます。130キロのところに最初いるんですよ、コーチは。で、頑張れ頑張れ、こうしたらいいぞ、こうやってこういう練習したらいいぞっつって、はい頑張りますって言ってる。で、あれなんですよ、多分ね、楽しくなっちゃうんですよ。教えてるのが。でも気持ちよくなってって、こっちがはいになっちゃって。で、わーって言って教えてるのがすげえ楽しくて、おい頑張れ頑張れって130のところにいたのに、よし頑張れ頑張れ、ほら135って言い始めるんですね。で、頑張れ、もっと話して、次の日になってるけど、飽きるっていうこともあるんですよね。本人自体が同じことを言いたくないんで、自分が同じところにいることがなんか飽きてきて、じゃあ次行ったら次行っちゃおうっつって上がっていく。だからもう次の日は140キロのところにいるんですよ。120しかまだ投げれないですよ。昨日まで130キロのところにいたんですよ、僕は。なのにもう次の日は140キロのところで、その次の日はもう150キロのところにいるみたいな。で一生懸命やって、なんならもうなんか3日後ぐらいにはもうメジャーリーグの話しちゃってるみたいな。もう120しか投げれない選手、はぁみたいな。一生懸命練習しとったのにパッて止められて、お前さ、メジャーリーグってこういうことなんだよって言われる。いや、まあそうだけどみたいな。それ俺ちょっと130キロもいってないんですけどみたいな、そういう感じになることがすっごい多いんですよ、コーチって。わかります？皆さんこう胸痛くないですか？わかりますかねこれ。でどんどん上がってって気持ちよくなってくるんですね。本当にただのこれって自己満足なんですよ。自分が教えとることが気持ちよくて、自分一人で上がってって、ヒャッホーっつって、楽しい教えるのっつって、すっごい選手離れていくんですよ。すっごい選手離れてってるの分かってる。でもそれももちろん見えるんですよ。離れてるのも分かってるのに、まだ登ろうとする。で、こういうコーチってよく言うのが、今だってその120離れてるからまだ120、125ぐらいしかいないのも分かってるじゃないですか。当然分かってるんですよ。そう分かってるんだけど、越になってどんどん上がってって、でこういう言葉にですね、今は知っとけばいいからっつって。分かりますこれ。できないのは分かってる、できないのは分かってるよと、できないのは分かってるけど、いつかこれ知っとったら絶対勉強になるからっていうのをわざわざプレーを止めて言うんです。こっちからすると一生懸命130キロ目指して練習してるんで、はいちょっと止めてっつって止められて、はいっつったら、メジャーリーグってこうでこうなってこうなってこうなるとお前すげえプレイヤーになれるから大丈夫今分からんでも十分分かってる。でもね、今ねこれ絶対ね頭入れといた方がいいっつって、125キロしか投げれない選手がそんなもの頭入るわけないんですよ。はあっつって、何を打っとんねんっつって、練習やらせろやっていう感じという感じで、コーチが一人で登っていくと最悪なので、皆さんしっかりと階段の 2,3 段上の距離感を保ちながら一生懸命コーチしてくださいというのも僕の解釈ですということで、本の話もしなきゃいけないんで、グループで成長するというステージ2に上がるとですね、ステージ1の場合はもう本当人それぞれ個人個人でやって、ステージ2に上がったら同じステージ2の人だけで、例えばグループを組んで、例えばあの人がミスをした、じゃあなんであのミスが起きたのか、どうやったら改善するのかっていうのを一人で考えるんじゃなくて、共通認識としてグループの中で人のミスを自分の課題として考えるみたいなことをやっていこうという
ことに本は書いてるんですが僕の解釈で僕の考え方ではもうこれはステージ1からやってもいいんじゃないかなと僕は思ってます。はい、やっぱりアウトプットとか人と自分を比べるっていうのは常に僕は最初から持っててもいいんじゃないかなと思います。割合をね、ステージ1の時は軽くやっといて、ステージ2に上がった瞬間その時間をかなり多くするっていうやり方もあると思いますし、もうステージ1からがっつりグループでこういう風な時間を費やすっていうのも僕はありなんじゃないかなと思いますので、皆さんそれぞれで考えながらやってみていただけたらなと思います。ということで、ステージ1、ステージ2で共通することっていうのは、やっぱりこれですね、コーチ主導での練習だってことです。ステージ1の時に飽きそうになったら、つってなってる時に向上心を持とうとした選手に対してこうやってよしよしよしってこうやって頭を下げてあげること。階段のね、少し上に登って旗振りというか道をこうやって作ってあげること。そのことほとんどがやっぱりコーチ主導でステージ1と2は進んでいくんだと思います。なってくると、やっぱりステージ3になってくると、それが変わってくるという話です。はい、それではステージ3の話をしていきます。ステージ3になると、指導行動よりも育成行動が多くなってきます。どういうことなのかというと、読みます。練習の仕方や社会においてどうあるべきかといった育成行動を中心に指導していく時期になるということです。で、じゃあどういう選手がステージ3になるかというと、本で言うといわゆる調子に乗ってる選手って言い方してますね。で、調子に乗ってるっていうのは僕の解釈では、なんかいい意味でも悪い意味でも調子に乗ってるという。悪い意味ではなんかこう、なんか俺うまいんだよみたいな人もいるし、なんかやることなすことうまくいってる時期の選手っていますよね。なんかこういわゆる乗ってるんですよ。うふーっつってなんかこれもうまくなるこれもうまくなるみたいな選手のことを僕は言うんじゃないかなと思ってます。じゃあそれに対してどうするかって言ったら、さっきも言いましたけど、コーチ指導ではなくなっていくってことです。さっきの階段の話をすると、ステージ2の場合までは選手がいて、その2段か3段ぐらいコーチが上にいて、いわゆるこっち来いこっち来いって旗振りしたり道を作ったりするっていうイメージ。それがステージ3に行くと、選手と同じ高さもしくはちょっと下ですねから指導していく。どうするっつって練習どうするっつってこの先どう上がっていくっつって、その上にいる選手と、いや今これが課題なんでこういう風にしたいです。分かった。じゃあ登ってみようっつって登っていって自分もついていくみたいな。ちょっと後ろこうついていく。で、もしダメだったら、これなんかうまくいかないなって言ったら、じゃあちょっと下がろうぜっつって下がる。で、これが何をやってもちょっとうまくいかない時期って絶対あるんですね。で、こううまくなってって迷い始めて、これがもうちょっときついなって思ったら、そのステージ3からちょっと下がりなさいっつってステージ2まで下げる。ステージ2の上の方までね下げて、今度上の立場なんですね。僕が上の立場というか、その階段では上になって、もう一回なんかコーチ主導でこれやってみようこれやってみようこれ決めて、こうしっかりまたやっていく。でそれがまた例えばできるようになったら、またこういうふうに立場変えて、じゃあ次何するってなんとなくですけど、ざっくりやっぱりプロ野球でいうと、こっちに2軍がいてこっちに1軍がいるっていうイメージじゃないかなと思います。2軍に落ちたらなんかしっかりこうなんかもう一回こうコーチ主導でやる。1軍に上がったらちょっと自由にさせるじゃないけど、自分で考えてもらうみたいなイメージが多分一番分かりやすいんじゃないかなと思います。そういうところがステージ3という場所です。で、さっきもありましたけど、何だったっけ、社会においてどうあるべきかみたいなこともあるので、これはこれ見てる人は多分学生のコーチが多分多いと思うんで、学生の社会だとこういうことじゃないかなと思います。スキルを伝える、伝統って書きましたけど、ある程度ステージ3になってくると余裕が出てくるんで、ステージ2までだとなんか自分の階段の自分のその先のこのばっかりをこう見てる、こっちかこう見てる、ずっとこう見てる感じだと思うんですけど、ステージ3ぐらいになってくるとちょっとこう下を向ける余裕も出てくるんだと思います。なんでいわゆる後輩たちの面倒を見る。なんなる時には例えば1年生を教えるためにはバーッと下まで降りていって、ステージ1のその1年生たちをこうやって教えて、こうやってやるんだよっつって、自分の時になったらバーッとステージ3まで上がってって、自分のその上を見ていく。そういうふうに学校というかその、学生の中の社会で
自分の立場がどうあるべきかっていうのも考えていく時期に入ってきてるんじゃないかなと思います。というのがステージ3ステージ3短いで次ステージ4、もうなんかほわんと書いてます。本の中ではですね、ステージ4っていうのは吉井さんが見た、日ハムとソフトバンクの中で投手コーチをやる中で見て、もう何十人もう多分見たと思うんですけど、その中でステージ4になってる人は、メジャーリーグ行く前のダルビッシュ投手と、ソフトバンクの抑えだったサファテ投手、この2人だけだったと。プロ野球ですよ。プロ野球で吉井さんが見た中だけとはいえ2人しかいないですよ。そんなもんね、皆さんが教えてる中にね、いないですよ僕もいないでいいと思います。だからこうやってきたの書いてるんですけど、ステージ4はもうほぼいない、そう考えましょう。でもステージ4になんとなく乗せちゃうんですよね。やっぱりなんかもうやる無双状態じゃないけど、やっぱなんかその地区とか県とかいろんなところでいろんな範囲でなんかもうこいつすげえとこ行っちゃってんなって、もう僕が高校時代ですね、僕高校広島県でラグビーしてたんですけど、僕が3年の時はまさにこんな感じでした。自分がだけがね、広島の中のステージ4ですよ。広島の中でステージ4やってたっていう、本当にね、すごく自分でも自覚があります。これで、これどういうことかというと、こうなるんですよね。この小山の大将というと、これまさに僕のことなんですけど、高3の時の僕こんなんでした。でも全然もうなんかかなり風来て歩いてましたからね。そんな感じにさしちゃダメだよってことなんであの時気づかなかったんだろう、なんで教えてくれなかったんだろう、うちの監督。そういう感じでダメなんです。ステージ4に上げちゃじゃあどうすんのと、どうするよ、じゃあもうでもなんかいるじゃないですか、たまにすっごい選手って。そうなった時にどうするかというと、考え方です。ステージ4は次のステージ1なんです。ね、前回も言いました。ステージ1っていう中に入るのに、甲子園で活躍したドラフト1位もステージ1なんですよ。つまりってことは、その数ヶ月前甲子園で活躍してる時は絶対このステージ3か4にいたんですね。でなんなら4にいたかもしれない。4にいたかもしれないけど、その数ヶ月後プロに入った途端ステージ1なんですよ。これも絶対なんです。中学でめちゃくちゃ活躍している選手ですごいスーパープレイヤーが入ってきても、初戦は最初はステージ1から始まるんです。これは期間がめちゃくちゃ短いかもしれんけど、絶対にステージ1から始まるんです。それならこのステージはいらないですよね。中学のすっごいプレイヤーがこう成り上がってって、中3の時にステージ3に行きました。これはもうステージ4までいけるぞってなってくるんなら、もう高校のこと考えましょう。高校の1年で必ず苦労するんだから、もうそれを意識してやりましょうよ。筋肉も中学ではこれぐらい必要だけど、高校になったらこれぐらい必要になる。スタミナもみんなこういう風に上手くなるんだよ、強くなるんだよ。それを意識してもう中3の時から練習すればいいんです。筋力はちょっとあれかもしれないですけど、スピードとかね、できるものをどんどんスキルアップしていけばいいんです。こんなとこで止まる必要ないんですよと僕は思うんですよね。でこれあくまでも僕の解釈というか、僕のなんとなくその思いというかで、プロ野球の話なんですけど、最近のプロ野球の話なんですけど、でといっても僕もプロ野球すごい見てるわけでもないし、僕広島でカープファンなんでセリーグしかほとんど見ないんで、すっごいちっちゃい情報にはなるんですけど、最近ね、プロ野球ってやたらと1年目2年目からめちゃくちゃ活躍してる選手って多くないですか？そう思いません？例えばヤクルトの村上選手とか、巨人の岡本選手とか、それこそ阪神の佐藤選手とかで、広島でいうと、森下投手とか栗林さんとか1年目からめちゃくちゃ活躍してるんですよ。ああいう選手が僕はすごく最近すごい多いなって思ってるんですよね。でそれってまさにこれだと思ってるんですよ。大学とか高校とか社会人とかの最後の方にステージ4に入ってるんだけど、もうプロを意識してそれなりの準備をしてきてるからあんだけ早いんだと思うんですよ。だって言うてもドラ1だろうがドラ2だろうが、言うてもなんとなくやっぱり2年か1年ぐらいは2軍で頑張ってから上がってくる選手がやっぱり普通っちゃ普通ですよね。それがやたらと速いスピードになってるのは、おそらくその前のカテゴリーからこれをやってたんじゃないかなと。これほんとね、薄い意見なんで薄く聞いてくださいこれ
なんだと思います。なんとなくね、僕の感想です。はい、ということで今日のまとめです。選手に寄り添えるコーチになってください。ね、どれも言いました。ステージ1からステージ3、4まで、全てやっぱりコーチと選手との距離感、選手がいかに楽しくできるか、いかに向上心を向けるか、いかに舌を向けさせるか、コーチ次第です。やっぱりコーチがうまい技術、自分でうまいコーチングテクニックを使って、この4つのステージも意識しながら、この4つのステージを意識するのがやっぱり大事だと僕はすごく分かりました。ステージ1からステージ3に上がってるのに、まだステージ1のやり方をしてたら、そりゃ嫌になりますよ。ね。そこら辺を考えてください。ステージ1からステージ3のやり方してたら、うまくはなりゃしないんですよ。わかります？ここをしっかり、この知識を持って選手に寄り添いながら、コーチがコーチングをするべきだと僕は思います。ということで、長くなりましたが、最高のコーチは教えないという30ページのたった30ページのところをこんだけ話しました。もうほとんど僕の解釈です。すいません。吉井さん、コメントお願いします。それでは皆さん高評価と、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。